どうも日本語で喋りましょうの岡戸と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、木村が見つけてきてくれた面白いニュースについて話していきたいんだけど、そのニュースの内容が簡単に説明すると、日本で今一番多い名字は佐藤なんだけど、その東北大学の研究チームがあって、でそのチームの、研究の発表によると、今さ、結婚したら名字って変わるじゃん。うん。うん。で、どんどそうね。ん同じ名字が増えてって、で、このままそれが続いていくと、500年後ぐらいには日本人全員が佐藤になるかもしれないっていうニュースなんだよね。そう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 。うああ、ん。これまずさ、聞いてさ、うん。率直にどう思った？あの、率直なんだけど結構深くて俺思ったのは、あうん、の、今日本人さ、結婚しない人って結構増えてるって聞いたりとか、うんうんしたことがある中で、うん。結局みんなが佐藤さんになるっていう道があるってことは、みんな結婚する人が、うん、500年後も、いるっていうことなので、俺うん。はなんか、それならいいんじゃないかなってちょっと思い始めあた。あ、なるうん。ほどね。結婚しうん。ないで子供を作らないで日本がなくなっちゃうよりは、みんな佐藤さんの日本の方がいいってことね。そう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 。そう。そういうこと。確かにそれはそうだね。で、今結婚さ、についてちょっと話したけどさ、うん。実際に本当にさ、500年後さ、みんな佐藤さんになると思う？それは法が変わったりしなかったらだろ？そうそうそう、現実的に本当にみんな佐藤さん。いや、ならないでしょ。ああ、俺もそう、やっぱりね、みんなっていうのはね、ちょっと言い過ぎだと思うんうんうん。ね、なんか、もちろんその結婚して名字がね、う。うん。男性の方に行くのかな。まあ、嫁いだ場合は逆かもしれんけど、どっちかの名字を取るっていうのはわかるうん。けども、絶対誰かしら残ると思う。すごい珍しい名字こそ残らないかもしれないけど、うん。なんか、他の名字ね。そう、他のなんか、今2番目、3番目ぐらいで、あうん。の、多い名字とかまうん。だ残るんじゃないかなって思うんだよ。そうだよね。たくさんね、山本とか山田とか田中とかいろいろあるもんね。そう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 。うん。それで言うとさ、うん。木村もさ、めちゃめちゃさ、よくある名字だけど、そのよくある名字の身として、このニュースを聞いたときに、どううん。思った？例えばさ、木村も増えてほしいって思うのか、木村はなくならないでほしいとか思ったりした？どうだろう。そこにうん関してはあんまり、どっちでもいいかなって思うけど、うんうんその、でもね、なんか例えば有名人とか、木うん村拓哉ってほら、スマップの木うんうん村拓哉、有名人がいるわうんけで、みんなうん。その木村っていうのは覚えやすい。そうね。これ結構気に入ってる？うーん、なんかまあ別に気に入ってるというか、まあ、覚えられるのはいいなって思うから、うん。そうだね。ちょっと変わった名字で覚えやすい名字ならいいけどさ、まあ名字によっては難しすぎてさ、読めない名字とかもさ、あるからさ、そうそうそう、あるよね。なんだろう。変わった名字。なんかひふみとかね。1、2、3ってあ、感じで書いてひふみとか。そうね。うん。うん。そういう結構マイナーな名字の人たうん。ちはね、生きに行く術を探さないと、ほんとね、終わっちゃうよね、ねえ、なくなっそのちゃうよね。名字が。うんうん。そうそうそう。で、木村も今多いって言ってさ、で、佐藤さんが一番、日本で多いんだけど、2番目に多い名字は何だと思ええ、山田さんじゃない？山田さんか田中さん？う？ああ、違う？山田さん実はね、12位なんだよね。マジ？ああ、全然後じゃん。全然じゃん。ねえ、もっといる感じがするけど、でも田中は惜しい、4位。
4位。そうそうそ本当。う。で、実は2位はもう絶対あーってなると思う、聞いたら。鈴木。ああ、そうね。うんめちゃめちゃいるもんね。俺の多分、中学校の時とかも5人ぐらいいたかな。同うん。じ学年。絶対だよね。佐うん。藤の友達も絶対いるし、鈴木も絶対一あと、人はいるよね。そう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 ん。う。ね。で、じゃあトップ3の第3位。なんだと思第3位う？うん。山本。山本、惜しい。山本はね、第7位。あ、本当。これもね、聞いたらあーってなると思う。これはね、3位はね、高橋。ああ、高橋さん。ああ。なんかなさ、田るほど。中の方が多そうだけど、高橋の方が実は多いんだよね。そうね、そうね。田うん。中とか山田とかって絶対なんかこう、あのーなんか代表例で使われる名前っていうか、そそうだね。そうだよね。のそうそうなんかさ、書類とか書くときのさ、名前で絶対例で、鈴木とか田中とかあるもんね。そう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 ん。で、ちなみにね、俺の名字、岡戸は結構珍しくて、う。うんうん。全国にね、4000人くらいしかいない。あ、マジ？めちゃめちゃ珍しい。俺も岡戸に会うまで、別に他の岡戸さん見たことなかったから、会でしょ？で、ったことな俺もかったから。うん。他の岡戸に会ったことないもん。あ、本当。そうそう。で、さっき言ったけどさ、その木村って名前はさ、覚えやすいじゃん。うんうん。あと、さっき言った珍しい名字、1、2、3って書いて、ひふみとかも珍しいから覚えられるけど、岡田はね、珍しいんだけど、他に似てる名前があるから、逆に珍しいんだけど、覚えづらい名前なんだよね。ああ、岡田とか。岡そう、田、岡田とか、岡部とか、岡部。岡ともあんじゃないと、岡、岡とないかな岡。もあんのよ。ああ、やっぱ。そうそうそう。そうよね。同じ漢字で岡とになる人もいるんじゃない？そう、多分いると思う。うん。だから、そういう似てる名字があって、で、うん。珍しい方だから、岡戸が。だから、結構間違えられやすいんだよね。そうね。ああ、そそううそうそう。いうこともあるのか。うんうん。そう。だから、これはね、ちょっと、俺の悩みだね。まあ、別にカナダに住んでる分にはあんま問題ないんじゃないかなと思うけど、そうね、下のその、名前使うからね。そう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 。まあ、うん。でもね、うん。下の名前もちょっと間違えられるんだよね、実は。下は下でまあちょっと、またうん。別だけど難しい。そうそうそう。下の名前、俺は、トシって言うからさ、ヨッシーって間うん。違えられるんだよね。ヨッシーね。そう、マリオの。マリオのヨッシー。うんうんうん。ああ。木村はほんと。どう？下の名前は間違えられたりする？あのーこっちで、その今俺オーストラリアに住んでるけど、うん。あの、ラリルレロのさ、発音ってうん。さ、日本語特有っていうか、うん。英語ではこの音ないからさ、うん。あの、俺のりょうのうん。発音ってめちゃめちゃ、こっちの人からすると難しくて、ああ、あそう。あ、だから例えばスタバとかさ、コーヒー、注文して、名あ前何ですかって聞かれるけど、あ、一度も正しい名前書いてもらったことがないから、俺はもう、あああ。の、ようにしてる。りょうじゃなあ、くて、よう。YO で、ようっあて、あ、あの、コーヒーとか注文するときは伝える。千と千尋あの千尋の、なんだっけ、漢字さ消されたじゃん。あ、ああ、みたいな千尋か感じでさ、ら千になったからね。そう、千尋が、もう、消した方が覚えやすいから、ああ、ああ。りょうはちょっとそうそうそう。贅沢な名前だからね。量はちょっと贅沢だから、もう用で、こっちでは生き抜いております。なるほどね。ちょっと変わった名前とか、難しい、言うのが難しい名前だと大変だね。そうね。ということで、今日は日本人みんな佐藤さん問題について話してみました。皆さんの国ではよくある名字は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。
それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。